この写真に写っている日本機、ゼロ戦でもはやぶさでもありません。太い機種、短い主翼、ずんぐりした胴体、日本機らしい軽やかさはあまりありません。しかしこの機体は戦争後半の日本の空である任務にかけられました。敵爆撃機を迎え撃つこと、中島、錦丹座戦闘機、正機、連合軍のコードネームは東条。この写真は関東平野上空を飛ぶ飛行第70戦隊の正機、松戸基地に関東地区の防空に使われた機体です。当時、軍用機の性能、部隊標識、配備状況は重要な軍事情報でした。つまり、こうした写真は誰でも自由に見られるものではありませんでした。今日は残された白黒写真をカラー化しながら、日本陸軍が曲がる戦闘機から迎撃する戦闘機へ踏み出したその瞬間を見ていきます。正機は同じ中島で作られたはやぶさとは全く逆の戦闘機でした。はやぶさは軽く、よく曲がり、遠くまで飛ぶ機体。一方、正機は速度と上昇力を重視した機体です。目指したのは格闘戦で敵の後ろに回り込むことではありません。敵より早く高度を取り、一気に近づき、火力を叩き込む。つまり正機は迎撃のための日本機でした。この一枚から正機の物語は始まります。正機の始まりはかなり無茶な要求からでした。最大速度600キロ以上、高度5000メートルまで5分以内、行動半径600キロ、そして 7.7 ミリ機銃と 12.7 ミリ機関砲を組み合わせた武装。当時の日本陸軍機としては非常に攻めた性能です。写真は試作台の防機、機首が太く、プロペラも大きい、軽く曲がる機体というよりエンジンの力で上へ駆け上がる機体です。ここに正機の性格がすでに出ています。軽さではなく、速度、旋回ではなく、上昇、長い空戦ではなく、一撃。日本陸軍が従来の格闘戦思想から少しずつ離れようとしていた証拠です。この写真を見ると、正機がどんな機体だったのかが一目でわかります。短い主翼、太い胴体、大きなエンジン、高い足、ゼロ戦やはやぶさのような細く伸びやかな美しさとは違います。少し不格好、でも力強い。この形は空中でくるくる曲がるためのものではありません。上昇する、追いつく、撃つ。正機の形はそのまま任務を表しています。カラー化すると、金色の機体と赤い日の丸、地上の人影が浮かび上がり、単なる図鑑の機体ではなく、実際にそこにあった機械として見えてきます。正機には面白い比較試験があります。ドイツのメッサーシュミット BF109E との比較です。BF109E はヨーロッパの空で戦ったドイツの主力戦闘機、その相手として日本陸軍の新型重戦闘機、正機が試されました。日本機がドイツの名機と比べられた。しかもその機体がゼロ戦でもはやぶさでもなく、正機だった。正機は軽快な格闘戦闘機としてではなく、速度と上昇力を持つ重戦闘機として評価されようとしていました。この飛行写真には、日本陸軍が新しい空戦に向かおうとしていた、その機体感が写っています。ここで、機体から一目を向けます。正機は、スペック表の中では高速で上昇力が高いと書けます。でも、その機体に実際に乗るのは人間です。狭い操縦席、前に大きなエンジン、高い着陸速度、軽快とは言えない操縦感覚。はやぶさに慣れた搭乗員にとって、正機は全く別の乗り物だったはずです。写真の人物を見ると、正機が急に近くなります。これは名機かどうかを語る以前に、誰かが命を預けて飛ばした機体でした。こちらは、独立飛行第47中隊の試作機群です。正機は、完成を待ってから安全に使われた機体ではありません。正式採用前から、実戦に近い環境で試されました。なぜそこまで急いだのか。それは、これまでの軽戦闘機だけでは、これからの戦いに足りないと見られていたからです。速い敵機、重い爆撃機、高い高度、そうした相手に対抗するには、格闘戦の強さだけでは不十分でした。この列戦写真は、単なる集合写真ではありません。日本陸軍が新しい戦闘機の形を探していた記録です。そして、正機1型が正式採用されます。正面から見ると、正機の印象はかなり強烈です。大きなカウリング、太い機首、短い主翼、そして、がっしりした試脚、はやぶさのように舞う戦闘機ではありません。正機は、力で上昇し、力で叩く機体です。ただし、1型はまだ完成形ではありませんでした。エンジン、冷却、武装、防御、戦争が進むにつれて、正機はさらに変化していきます。ここから正機は本格的な迎撃機へ近づいていきます。この側面写真は正機の性格をよく表しています。胴体は太い、主翼は短い、機首は大きい。日本機といえば軽くて細くてよく曲がる。そういう印象を持つ人ほど正機の形は違和感があるはずです。でも、この違和感こそが重要です。正機は日本機の中では異端でした。しかし、その異端さは欠点ではなく、戦争が求めた形でした。爆撃機を迎え撃つには、軽快さだけでは足りない。速度と上昇力が必要だった。この写真は、正機が日本機らしくない日本機だったことを教えてくれます。正機が本格的な防空戦闘機として形を整えるのが、2型号です。エンジンは800級、1430馬力級へ強化されました。この機体は、飛行第85戦隊第3中隊の正機2型号。基板は1134。85戦隊は、厚木方面を中心に、P40、P51、B24、B25、そして B29 の迎撃にも関わりました。ここで正機の物語は、開発の話から本土防空の話へ移っていきます。
敵は、もはや格闘戦に付き合ってくれる相手ではありません。早く、高く、硬い敵が来る。その相手に向かって、勝機は上がっていくのです。勝機は、単に速いだけの機体ではありません。戦争が進むと、防弾ガラス、防弾板、防漏タンクなど、生存性を高める装備が求められました。もちろん、重くなります。しかし、勝機は強力なエンジンで、その重さを引き受けようとしました。ここがハヤブサとの違いです。ハヤブサは、軽さを守ることで性能を保とうとした。勝機は、重くなっても迎撃に必要な速度と上昇力を維持しようとした。この太い機首と、がっしりした足回りには、戦争後半の要求がそのまま刻まれています。この写真で、空気が少し変わります。ここに写っているのは、スペックではありません。人です。団体を持つ整備員。機体の上で作業する整備員。その後ろにある勝機。この1枚を見ると、戦闘機は勝手に飛ぶものではないとわかります。弾を用意する人がいる。燃料を入れる人がいる。エンジンを調整する人がいる。そして、操縦席に乗る人がいる。勝機は、B-29を迎え撃つための機体でした。しかし、その前に、こうした人々の手で送り出される機体でした。カラー化すると、金属の機体と団体、人の肌や作業服の色が立ち上がります。80年前の写真が、急に今の誰かに近づいてくる。ここが、このシリーズの一番大事なところです。そして、勝機最大の見せ場がこの機体です。2型オツ、翼内に 40mm 砲を積んだ勝機です。40mm 砲を戦闘機に積む、この非力だけで、かなり強烈です。目的は、大型爆撃機を落とすこと。一発の威力は大きい。しかし、問題もありました。低初速で、弾道が落ちやすい。つまり、遠くから撃って当てる武器ではありません。かなり近づいて撃ち込む必要がありました。大型爆撃機に近づく、撃つ、離脱する。それは、言葉で言うほど簡単ではありません。この写真には、ロマンと同時に、戦争後半の苦しさも写っています。この写真が、今回の最大の山場です。成増基地に整列した飛行第47戦隊第3中隊の勝機2型オツ。尾翼には、47を図案化したマークが描かれています。東京の空を守るために並ぶ勝機。この列戦写真は、美しいというより、重い。ここから機体は、B-29迎撃へ向かいます。成増基地、東京、本土防空。この言葉が並ぶだけで、勝機の物語は単なる機体解説ではなくなります。空の上には敵爆撃機、地上には都市、そして、その間に上がっていく勝機。この写真には、防空戦の緊張が写っています。そして、こちらは発進の瞬間です。プロペラが回り、砂ぼこりが舞い、勝機が動き出す。敵は高高度から来る B-29。迎撃側には、時間がありません。見つける、上がる、近づく、撃つ。勝機が速度と上昇力にかけた理由は、まさにここにあります。曲がるためではない。美しく飛ぶためでもない。間に合わせるために、上がる。この写真は、勝機という機体の役割を、最も強く伝えています。こちらは、勝機2型兵。武装は、胴体と翼内に 12.7mm 機関砲を備えた方です。40mm 砲のような特殊装備ではなく、より標準化された武装の勝機でした。写真では、エンジンテスト中の機体が写っています。場所は大分海軍航空隊。陸軍機である勝機が、海軍の基地で撮られている。この1枚にも、戦争末期の複雑な空気があります。勝機は、最後まで改良され続けました。もっと速く、もっと上へ。もっと強く、もっと生き残れるように、その要求を、太い機首と短い翼に背負い続けた機体でした。この写真を見ると、勝機の物語はさらに生々しくなります。機体の塗装は大きく剥がれています。暗緑色の塗装の下から、地肌がまだらに見えている。そして、胴体下には増装、120リットルの増装を2個装備しています。迎撃機である勝機にも、航続距離が求められました。早く上がるだけでは足りない。飛べる時間も必要になる。任務に合わせて、機体は変えられていく。綺麗な新鋭機の写真ではありません。使われ、傷つき、名を残された勝機です。この1枚があることで、勝機は図鑑の機体ではなく、戦争の中を生きた機体として見えてきます。最後に、名前の話をします。勝機という名前は、よく鬼のように受け取られます。確かに、太い機首と迫力ある姿は、鬼のようにも見えます。しかし、勝機とは鬼そのものではありません。中国伝説に登場する、悪鬼を退けた英雄の名前です。そう考えると、この機体の役割と名前は、とてもよく合っています。空から来る脅威を迎え撃つ。爆撃機を止めるために上へ駆け上がる。本土の空を守ろうとする。勝機は、まさに迎撃のための名を持った戦闘機でした。勝機は、誰にでも扱いやすい名機ではありませんでした。はやぶさのように軽快ではない。ゼロ戦のように有名でもない。格闘戦を得意とする機体でもない。しかし勝機は、日本陸軍が新しい空戦に向き合おうとした証拠でした。曲がって勝つ時代から、早く上がり、早く撃ち、爆撃機を迎え撃つ時代へ。その過渡期に生まれたのが、錦丹座戦闘機勝機です。残された白黒写真をカラー化すると、見えてくるものがあります。銀色の機体、太いカウリング、尾翼の部隊マーク、団体を持つ整備員、砂ぼこりの中を発進する機体、そして、傷だらけになった最後の姿。あなたは勝機を、名機だと思いますか？それとも、時代に追い込まれた異端機だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。